皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはついてるです。ついてるという言葉聞いたことありますか？このついてるはカタカナでついが書かれていますね。この言葉の意味は運がいい、ラッキー、物事がうまくいっている状態のことを言います。逆についてないだと運が悪い、タイミングが悪い、不運が続いている状態のことを言います。というので、ついてる、ついてないは誰かに説明するために使うのではなくて、気持ちをそのまま口に出す言葉になります。だからちゃんとした理由がなくてもいいし、結論がなくてもいいんです。独り言みたいに使うことが多いですね。このついてるという言葉の由来ですが、動詞のつくから来た言葉になります。つくというのはそばにある、そばにいるとか、離れずに一緒にいる、身についているという意味があります。例えば汚れがついてるとか、力がつく、癖がつくみたいな感じで、つくっていうのは何かがくっついている状態のことを表すんですね。というので、昔は運は目に見えないけど人のそばにくっつくものと考えられていたそうです。だから運が自分のそばについているだとついてる、運がそばについていないという時はついてないっていう風な言い方になりました。使い方としては大きな成功じゃなくても OK です。小さなラッキーにも使えます。ただなんとなくうまくいかないなという時はついてないと言います。例文を3つ紹介します。1つ目、信号が全部青だった。今日はついてる気がする。例えば職場に着く前に信号が、3つあったとします。1つ目の信号、青でした。そして2つ目の信号も青でした。そして3つ目も青でした。そしたら今日はなんかラッキーな気がすると思いますよね。そういう時についてると言います。2つ目、たまたま席が空いて座れた。ついてる。例えば電車に乗りました。電車には人がたくさんいます。もう席も空いていませんでした。ですがたまたま自分の前に座っていた人が立って席が空きました。そういう時にラッキーだなって思いますよね。そういう時もついてると言います。3つ目、今日雨が降ると思ってなくて傘持ってきてない。ついてないな。というので、天気予報をねよく確認していなかったと思うんですけど、今日雨が降らないだろうなと思って傘を持ってきていませんでした。ですが急に雨が降り始めて、どうしよう、傘持ってきてない、今日はアンラッキーだな。そういう時についていないって言いますね。というので例文を3つ紹介しましたが、使い方分かりましたか？今回のテーマはついてるです。私は現在韓国に住んでいるんですが、バスを利用することが最近多くなりました。というので今回はバスの話です。実は韓国に住んですぐの時はバスが怖くて乗れなかったんです。韓国のバスは日本のバスと違うんですね。詳しく説明すると、まずバスの停留所にいて、バスを待つじゃないですか。で日本だと普通にバスが
来たら止まってくれて、乗るんですけど、韓国はこう意思表示をしなきゃいけないんですね。手を挙げて私乗りますよっていう意思表示をしたら、そのバスが、目の前で止まってくれます。でそしたらバス乗ればいいですね。でそのバスに乗る時も、日本だったら例えば、バスを待っている人たちがこう列に並んで待ってるんですけど、でバスが来ました。バスのドアが開いたらその順番通りにこう乗っていくので、ただ前に進んでいけばいいんですけど、韓国って日本みたいな感じではないんですね。なのでよし乗ろうと思ったら横からどんどん人が入ってきたり押されたりとかするので、乗るのも私にとっては一苦労なんですね。乗りました、っていうので交通カードでピーってなって、よしじゃあどの席に座ろうかな、どこに行こうかなと思ったら、もうバスがもう急に出発しちゃうんですね。座るまで待ってくれません。倒れそうになるんですね。でやっと座るんですけど、で次に降りたい停留所が近づいてきたら、ドアの前で交通カードをピッてして、もうスタンバイしなきゃいけないんですね。日本だとそのバスが止まってから立ってくださいねって言われるんですけど、韓国はもうすぐ降りなきゃいけないので、もうバスがこう動いていても、もう事前に立って事前にピッて交通カードをタッチして、ドアが開いたらもうすぐ降りなきゃいけないんですね。っていうので本当に戦いのような感じなんですね。もう乗る時も降りる時も早く乗って早く降りるっていうので、もう緊張ですね。であとそのバスに乗っている時に、そのバスがもう急発進、そして急停止、急スピードっていうので、多いのかなって思うんですよね。で運転が荒いので、乗っている私は怖いし、もう酔いそうになるんですね。で日本だと本当にゆっくり同じスピードで安全に運転してくれるから、特にバス酔うとかはないんですけど、韓国と日本の状況が違うんですけど、でもたまに一定のスピードで、急発進急停止することなく、運転してくれる運転手さんもいるので、そういう時に今日ついてるなって思うんですね。日本だったら当たり前って思っていたことが韓国では当たり前ではないっていうので、日本だったら特にねラッキーだと思わないんですけど、韓国だとその安全に運転してくれることが本当にありがたくて、今日ついてる、今日ラッキーだなって思いますね。私のねこのラッキーついてるっていう感覚は本当に些細なものだと思うんですけれども、皆さんも最近ついてるって感じたことありましたか？ぜひ考えてみてください。では今日出てきた単語を復習します。ついてる、ついてる、ついてない、ついてない、そば、そば、洗い、洗い、些細な、些細な。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。